それではこれから芳香属化合物の分離実験を始めたいと思います。まずニトロベンゼン、フェノール、安息鉱酸、そしてアニリンのジエチルエーテル溶液があります。最初にこの中で唯一塩基性の物質アニリンだけを分離したいと思います。分液漏斗にこの混合溶液を入れて、さらに塩酸を加えます。そして分液漏斗を激しく振ります。水槽にはアニリン塩酸塩が溶け、そして上層エーテル層には残りの3つの芳香属化合物が含まれていることになります。それではこのアニリンだけを分離させる操作を見てください。はい、こちらが分液漏斗になります。まずこのコックですね、これを閉めた状態でこの漏斗台に乗せます。そして必ず漏斗を用いて、はい、こちらが4種類の芳香属化合物の混合ジエチルエーテル溶液です。これを入れます。次にアニリンを抽出するための塩酸、これを加えます。さてこの後分液漏斗を激しく振るんですけれども、気をつけなければいけないことがありまして、まずこちら分かりますかね、こちらに穴があるんですよ。はい、でこの線がありますけれども、この線に溝がありますが分かりますかね。この溝と穴をずらします。合わせた状態で振ると漏れてしまいますので、これをずらします。そして、こんな感じでしっかりとこの線を押さえます。しっかりと押さえて、で、ジエチルエーテルは蒸発しやすいので、ちょっと振ったらプシュッ、この音分かりますかね。ちょっと振ったらちょっと音聞こえるようにプシュッとガス抜きをしなきゃいけないんですね。これを何回か振ったらプシュッ、振ったらとガス抜きをしまして、あとは激しく何回かガス抜きをした後は激しくこう振ります。はい。でこの状態でしばらく静置します。はい。しばらく静置すると上層のエーテル層と下層の水層に分かれました。はい。そしたらちょっと説明しますが、こちらの線のところをちょっとクローズアップしていただけますか。分液する前に気をつけなければいけないのは、この溝をこの穴に合わせるということです。空気が抜けるようにするということですね。これを穴を合わせないと、下から溶液がうまく落ちていきません。はい、今ここの線をよく合わせました。はい、それでは分液したいと思いますので、こちらの方をクローズアップしていただけますか。はい、上のちょっと、ね、黄色い色がついている、これがエーテル層、下が水層ということです。で、コックをひねって下の水溶液の層だけを下に、ビーカーに落としてしまいます。はい、これで水溶液の層はすべて下のビーカーに落ちました。上に残っているのがエーテル層ということになります。はい、見ていただいたように上層のエーテル層にはこの3つの芳香属化合物が溶けており、下の下層水層にはアニリン塩酸塩が溶けています。次にこのアニリン塩酸塩をアニリンとして遊離させたいと思います。ここの水溶液に水酸化ナトリウム水溶液を加えますと、弱塩基のアニリンが遊離します。ではこちらも実験操作を見てください。
それではこの水溶液の層ですね、ここにアニリンが中和されてアニリン塩酸塩となって溶けています。ここに水酸化ナトリウム水溶液を加えると弱塩基であるアニリンが遊離します。それではよく見ていてください。加えますよ。この濁っているのがアニリンですね。ちょっと上に浮いてきております。で、これを GH エーテルで抽出したいと思います。この反応で遊離したアニリンですが、これにエーテルを加えて GH エーテルを加えて抽出します。分液漏斗を使いまして激しく振ります。そうするとアニリンがエーテル層に移ります。そしてこのアニリンのエーテル溶液をお湯で蒸発させ、エーテルのみを蒸発させ、残ったアニリン、これをサラシコ水溶液で確認します。それではこの操作を見てください。はい、これは新しい分液漏斗にこれを入れまして、そして、ジエチルエーテル、この遊離したアニリンをジエチルエーテルで抽出します。ジエチルエーテルを加えます。はい、これを抽出するので、激しく振るということになります。こちら穴を溝と穴をずらします。そして、これちょっと振るともう蒸気でプシュッとなりますので、ちょっと軽く振ってはい、プシュッと音がしなくなったらこう激しく振ります。はい、これでしばらく静置します。はい、そしたら下の水溶液の層を捨ててしまいます。ここの穴を合わせて、じゃあ分液しますね。ちょっと見えにくいですけれども、上のエーテル層にアニリンが溶けています。はい、下の水溶液の層だけ捨てました。はい、遊離したアニリンを GH エーテルで抽出しました。残った蒸層ですね。この中にアニリンが溶けています。これを蒸発皿にジャーッと入れます。そして蒸発皿を熱いお湯に浮かべる。これ熱湯です。浮かべます。そうすると GH エーテルがどんどん蒸発していきます。見ていてください。この泡がこれ GH エーテルが蒸発しているということがよくわかりますよね。GH エーテルが沸騰しています。はい、アニリンは空気中で酸化されてちょっと色がついてしまいます。本当は無色なんですが、ちょっと色がついたアニリンが、油状の液体アニリンが残るということになります。はい。そしたら、こちらですが、このアニリンですが、水を加えまして、
はい、ここにサラシコ水溶液を加えたいと思います。はい、見ていてください。色の変化が重要です。どうでしょうか。もう少し加えてみましょうか。はい、このようにサラシコ水溶液を加えることによって赤紫に定色しまして、アニリンが確認されたということになります。アニリンとサラシコの反応ですが、これしばらく10分くらい置いておきましたら、こんな綺麗な赤紫色になりました。はい、アニリンはサラシコ水溶液で赤紫色になったことから確認ができましたね。次に残りの3つの芳香属化合物です。この混合溶液に今度は炭酸水素ナトリウム水溶液を加えます。炭酸水素ナトリウム水溶液と反応するのは炭酸よりも強い酸、すなわち安息鉱酸のみになります。この混合溶液に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えて分液漏斗で激しく振りますと、水槽には安息鉱酸が安息鉱酸ナトリウムとなって溶けています。一方、残りのエーテル層には炭酸水素ナトリウムと反応しないニトロベンゼン、そしてフェノールが溶けているということになります。では、この操作を見てください。それでは、最初に分液漏斗を使ってエーテル層、上層に残ったものですね、3種類の有機化合物が溶けています。この中に安息鉱酸が溶けていますので、この安息鉱酸を炭酸水素ナトリウム水溶液で抽出します。はい、ではこちら炭酸水素ナトリウム水溶液を加えます。そして分液するわけですけれども、こちら穴と水を合わせて穴と水をずらしてですね、しっかり蓋をしまして、やはりこれもしっかり押さえてですね、この反応では炭酸、二酸化炭素が発生しますので、やはりガス抜きをする必要があります。じゃあいきますね。ちょっと振ったらプシュッ、はい、このように激しく振りまして、安息鉱酸と炭酸水素ナトリウム水溶液を反応させます。プシュッという音がしなくなるまでやりましょう。二酸化炭素が発生するとプシュッという音がします。はい、もう音がしなくなりましたので、もう反応完了ですね。はい、これでしばらく静置します。それではこの合栓の穴と溝を合わせて空気が抜けるようにしまして、そして分液します。下の水溶液の層だけをビーカーに落としていきたいと思います。はい、じゃあよく見ていてください。はい、下の水溶液の層だけを抜き取りました。ここには安息鉱酸が安息鉱酸ナトリウムとなって溶けています。はい、それでは下層
水槽に溶けている暗側鉱酸ナトリウム、これは目で見ることができません。そこで、強酸である塩酸を加えることによって弱酸である暗側鉱酸を有利させます。この反応では、固体の暗側鉱酸が粉末状に析出してきます。それではこの操作を見てください。はい、こちらの暗側鉱酸ナトリウムが溶けている溶液に塩酸、これを加えたいと思いますので見てください。じゃあ加えますよ。はい、激しく泡が出ました。この泡は残っていた炭酸水素ナトリウムと塩酸が反応して発生した二酸化炭素の泡です。そしてこの白く、浮いているもの、これが析出した暗側鉱酸です。暗側鉱酸はこのように白く粉末状に析出してきます。もうしばらく置いておくと泡が抜けて暗側鉱酸がよくわかります。白い粉が粉末が暗側鉱酸ということになります。サリチル酸もですね、暗側鉱酸と同じように反応しますので、暗側鉱酸の代わりにサリチル酸で行ってもやはり同じようにサリチル酸が白く析出してきます。はい、粉末状に析出した暗側鉱酸分かりましたか？二酸化炭素の泡が発生しました。二酸化炭素の泡はこの炭酸水素ナトリウムが残っております。その残っている炭酸水素ナトリウムと塩酸によって発生した二酸化炭素の泡ということになります。はい、次に上層エーテル層に残っているこの2つの物質、これを分離したいと思います。フェノールは酸性物質、ニトロベンゼンは中性物質です。ですから水酸化ナトリウム水溶液を加えて酸性物質のフェノールのみを中和反応させます。するとフェノールのみナトリウムフェノキシドとなり水溶液の層に移ります。ニトロベンゼンは中性物質なので水酸化ナトリウムと反応しません。エーテル層に残ります。ではこの反応を見てください。はい、そしたらこちらには、残りの2つですね。ニトロベンゼンとフェノールが溶けたジエチルエーテル溶液となります。そこに、水酸化ナトリウム水溶液を加えます。こちらですね。はい、では水酸化ナトリウム水溶液を加えます。そしてよく振り混ぜます。この時に酸性物質であるフェノールだけが水酸化ナトリウムと中和反応してナトリウムフェノキシドとなって水溶液中に移ります。ではよく振りますね。これも溝をずらして、はい、でこれも気をつけてください。エーテルが蒸発しますので最初少し振ったらプシュッ、ちょっと振ったらちょっと振ったらエーテルの蒸気圧が大きいので必ず数回軽く振ってエーテルの蒸気を逃がす、これを忘れないようにしてください。そしたら激しく振ります。はい、これでしばらく静置します。はい、それでは下層の水槽ですけれどもフェノールが中和されてナトリウムフェノキシドとなって溶けています。下層の水槽だけ抜き取りましょう。はい、下層の水槽だけを抜き取りました。はい、この上層にはニトロベンゼンが溶けています。この実験では省略しますけれども、これを蒸発皿に取り、エーテル、ジエチルエーテルだけを蒸発させればニトロベンゼンだけが残るということになります。はい、
水槽には目に見えませんが、ナトリウムフェノキシドが溶けています。これに強酸である塩酸を加えることによって弱酸のフェノールを有利させます。こちらも見てください。はい、こちら水溶液の層、水槽です。ナトリウムフェノキシドが溶けています。ここに強酸である塩酸を加えたいと思います。で、塩酸を加えると弱酸のフェノールが有利しますので、じゃあ見ていってください。じゃあ加えますよ。じゃあいきます。はい、フェノールは常温で固体ですけれども、潮解性があるので、水があるとべちょべちょっとした油状に濁って有利してきます。この濁りがフェノールということになります。はい。有利したフェノールですけれども、フェノールは常温で固体になります。しかし水が多い状態では潮解性がありますので、油状に有利して濁るというそんな形になります。この濁って有利してきたフェノールをエーテルで抽出します。分液ロートを使ってエーテルを加えて振って抽出すると。その後このエーテル溶液、フェノールのエーテル溶液ですが、お湯でエーテルのみ蒸発させます。残ったフェノールは塩化鉄酸水溶液で確認します。それでは操作を見てください。はい、これフェノールが有利して油状に有利してきて濁っているもの、こちらを分液ロートに入れます。はい、さてこの有利したフェノールですけれども、これを抽出するためにGH ルエーテルを加えます。そしてこれから激しく振って有利したフェノールを GH ルエーテルで抽出することになります。これ蓋を気をつけて穴と溝を必ずずらして蓋をしっかりして、これもですね、最初 GH ルエーテルの蒸気圧が大きいので必ずガス抜きをしてください。はい、ちょっとプシュッと、はい、ちょっと振ったらプシュッ。はい、このようにガス抜きをしっかりガス抜きをして激しく振ってください。はい、これで静置します。それでは水溶液の層は必要ありませんので、これは捨ててしまいます。はい、上にエーテル層が残りました。このエーテル層を使います。はい、こちらは GH ルエーテルで有利したフェノールを抽出したものです。GH ルエーテル溶液です。これを蒸発皿にジャーッと開けましょう。はい、そして熱いお湯ですね、ここに浮かべます。はい、見てください。わかりますかね。GH レーテルが蒸発して、沸騰していますね。これね、泡が出ています。しばらくね、しっかり蒸発するまでしばらく待ちましょう。はい、それではGH レーテルのみ蒸発して、フェノールが残りました。ちょっとフェノール常温では固体ですけれども、ちょっと水が含まれていてべちょべちょに今潮解性があるのでべちょべちょになっています。
はい。で、ここに水を加えます。はい、ちょっとこんなふうにね、混ぜまして、さて、ここに塩化鉄酸水溶液を加えます。どうでしょうか。青紫に定色しました。これでフェノールが確認されたということになります。はい、わかりましたか。塩酸を加えて濁ったもの、これがフェノールということです。この濁り、フェノールの濁りですけれども、エーテルを加えることによってフェノールを抽出して、エーテルのみをお湯で蒸発させました。そこに加えた塩化鉄酸水溶液ですけれども、青紫色に定色したことが分かりましたね。これによってフェノールが確認できたということになります。